皆さんこんばんは。木曜日夜8時、機動戦士ガンダムの時間です。機動戦士ガンダムの機械の機を木に書いて機動戦士と呼ぶ木製の機動戦士ガンダムを作っています。このガンダムは、木にこだわり、合板なんですけども、合板縛りで作っています。とことん木にこだわっているので、毎週とはいかないんですけども、木曜日のこの時間にアップしています。その時はいつもプレミア公開として、皆さんとチャットで楽しい時間を過ごしています。初めて見たよって方はこの木曜日夜8時この時間をチェックしていただけたら嬉しいです。前回でコアファイターのウィングが完成しました。自分の中でこのコアファイターの主翼っていうのは、最難関かなと思ってたんです。それがなんとかクリアできたもんで、ほっとしてたんですけど、それがつかの間今回から機種の制作に取り掛かるわけなんですけども、こいつがコアファイターの中の最大の難関かなと思います。この機種の180度回転というのは皆さん知ってるかと思うんですけども、このコックピットのとこなんですけども、前後に伸縮します。これはなんでするんでしょうね。ガンダムの中に入んないんですよね、多分しないと。アニメで確認したんですけども、17話から数話続くこの冒頭のところにですね、空中乾燥シーンっていうのがあるんですよ。リュウさんが乗るガンペリーから、ガンダムのパーツを投下して、アムロが乗っとるコアファイターとドッキングするみたいな、そこでもやっぱしっかりとコアファイターがやっぱり選手が引っ込んでましたね。よかったら確認してみてください。そしてこのキャノピーですよね。これが開かないと乗れないわけで、ここは絶対に開け閉めできないといけないですよね。今ので3つ目のギミックでしたね。これだけじゃないんですよ。まだあります。4つ目はコックピットですね。コックピット内がこう見てください。コアブロックになると下を向いちゃうんですよね。こういう状態でガンダムの中に収まるわけなんですけども、こうなるとアムロが下向いちゃってます。それをね、正面向けるのにね、運転席を簡単に言えば90度傾けるというか、そういうギミックもいります。こうしてみると機種は長いんですよね。細長いんです。けど本当に幅がないので、こんだけのギミックをここに収めるっていうのはやっぱかなりの至難なことかなと思います。今までなんとかなってきたんで、なんとかなる精神で、一つ一つクリアしていこうと思います。まず根っこの部分というのか、この連結する部分ですね。そこから作っていきます。この機種なんですけども、一つと捉えずに、一つ一つのパーツとして捉えてる、なんて言ったらいいのかな。この青と白と分かれてる部分あるじゃないですか。それをここに作って合体させて一個とするみたいな、そんな感じで進めていきます。まずは白い部分、機種の底になるところですかね。そっちの方から作っていきます。もう毎回やっていることなんですけども、この木目のつながりをも意識した仕上がりになるように、作っていきます。この木目を揃えた作り、これが何が大変かと言いますと、まず一つに一つもミスが許されないということですね。当然っちゃ当然のことなんですけども、ここだけ間違えたから違う合板を使おうってなってしまうと、もう目が合わないんで、全て作り直しになっちゃうということですね。それともう一つ、こう切り墨を合板に移して描いていくわけなんですけども、木目を合わすがためにギリギリに墨したいところなんですけども、丸のこの刃の厚み分 2mm は絶対に考慮して墨しなきゃいけないっていうところと、
後半と後半合わせて山折りになるところはいいんですけども、後半と後半合わせて谷折りになる場合は、それも角度によってなんですけども余裕がいります。言葉ではちょっと伝えにくいんですけども、分かってもらえますかね。正面から見て台形にしなきゃいけないんで、谷折りの場合は。だからその分控えがいるんですよね。分かりますかね。もし DIY される方いましたら、一回合板でね、四角い箱でもいいで一回作ってみてください。これ合板の目を合わせるように。そしたらなんとなく僕の言ってることが分かってもらえるかと思います。先ほどの切り欠きや、ここの大きな面だったり、こんなとこはいるのかいらないのか、多分いらないところなんでしょうけど、こういうところの一つ一つが、ディティールアップにつながっているものだと信じて作っています。ここの細工は屋根とのこの接合部分ですね。大工でいう継ぎ手、敷地、一緒の方向に走るから継ぎ手になるのかな。ただ合板の小口同士を合わせるだけじゃなくて、こういうの方があった方がしっかりはまりますし、位置もしっかり決まるので、こういうように作りました。この仕事もいつも通りのこの合板の木目を合わせるのと同時に、積層部分を見せない、そういうような作りをしていきます。毎度毎度のことなんで皆さんも見飽きたかもしれないんですけども、ここはしっかりとやっていきます。ここも簡単そうに見えると思うんですけども、かなり手間のいることですね。この分考慮して寸法も見出さなきゃいけないので、何かと簡単にパパッとできることが一つもないんですよね。いや本当 DIY される方は一回ね、本当にコンパネでこういう四角いただの箱を作ってみてください。小口を見せない、そして合板のつなぎ目を意識する、一つ本当に作ってみてください。発狂しますね多分最初は。合板の積層一層残しですね。1いや2ミリあるかなしかぐらいですね。
こういうことをしなくても、直角で交わるところなら、90度、45度45度で切って合わせてもそれはそれでいいんですけども、それはねやっぱりなかなか合わないんですよね。45度にピタッと切ったとしても、こうした方がやっぱり合いやすいですしね。最後ボンドでつける時もすごいあたふたしなくていいというか、こっちの方が僕は良くて、こういう収まりで作っています。側面はこれで終わります。次は底の部分ですね。これとは押し口を作っていきます。こっちは先ほどのと対となるように、一層残しを2ミリ幅ぐらいですかね。積層を見せないつなぎ方っていうのもいろんな形があると思うんで、一回やってみてほしいですね。やらない方でも原寸で紙に図面ちらっと書いてもらったら、ちょっとは理解してくれるというか、僕の気持ちが分かってくれるかと思います。いや、ぜひ分かってほしいし、ぜひ共感というか一緒に悩んでほしいですね。図面に分度器当てたら一発で角度出るんですけどね、今こうやって書いてなんか安心するみたいな。こうして角度を一つ一つ合わせて、切っていくんですけども、もうこの丸のこも10何年10年は超えてますね。一つもうネジがおかしいというか、ちょっと完全にフレームがいかれてます。ガンダム完成までこいつ使ってそうな気がしますね。だいたい大方切り終えました。あとはちょっと細かいところをいろいろ調整していきます。こいつは180度回転する回転軸の穴ですね。この軸の穴の位置もしっかりとこう決めました。前回の動画の中にあったと思うんですけども、ベニヤ板を使ってもう何回も少しずつ位置をずらしながら、微調整して位置を出しました。数ミリずれるだけで、いろんなところを干渉したり、開かなかったりするので、かなり慎重に位置を決めました。軸の穴の周りを一段四角く折りました。この答え合わせは最後の最後になるんじゃないかなと思います。まだ今回の動画で出てこないです。
グネットを仕込む穴を開けていきます。機種ってほんと長いですし、それを水平に保っとれないと思うので、なんとかマグネットの力で水平に保てるようにっていう思って仕込みました。まだまだ仕事は残っています。コアファイターの操縦席のところですね。そこは前後するんですね。それをスライドする溝を切っていこうと思います。単純に片方は溝ついて、片方は溝みたいな形で出っ張りを作って、そこをスライドさせるっていうような形を取ったんですけども、本当は1本でいいんですけども、太いとやっぱり強度も弱くなりますし、細い1本ですとやっぱ安定しないっていうので2本溝にしました。最後にトリマーでそこをさらえるので、ここはざっくりとです。最初からトリマーでいくとやっぱ負荷がかかるので、溝を変なとこ走らさないように、こうやって安定を取りました。次はスライドするコックピットの方を作っていきます。一度仮組みしてみました。一度とは言ったものの、本当は動画外でもう何回も何回も組んでは外して組んでは外してをやってました。やっぱ平面図だけじゃ僕の頭はついていけなくてですね、やっぱちょっと立体にして
少し組んでは実際の場所に持っていって、確認っていうのをひたすら繰り返して、作ってます。コックピット部分のスライドの確認です。こうして組んでみるとよくわかることが多々あります。実は側に対してコックピットの方が逆台形のような形になってるんですよね。少しこれはディティールをこだわってこういう形にしたんですけども、しなくてよかったのかもしれないんですけどね。こうしたことによってまっすぐなところに少し斜めになったものをスライドさせると、何と言ったらいいのか分かんないんですけど、またもう一つスライドのところに工夫してやる必要が出てきました。図面見てもらえると分かりやすいと思うんですけども、この溝ついたところにですね、やっぱまっすぐなものじゃなくて少し斜めのものを走らせる必要があるんですね。とにかくこの先週はね、本当にいろんな要素が入って一番考えて作ってるんじゃないかなと。追いついてないんですけどね、その考えが。本当にすごく時間がかかりました。本編やもんでこうやって少しでも伝えられるんですけどもね、これをショート動画に、しようと思ったらこういうとこはもうスルーですよね。こういうとこも見てもらいたいんですけどね。そういう考えは制作者側のエゴなんでしょうかね。見てもらいたいのと見たいのとは違うみたいな。あんまり分かりにくいんですけども、この少しシャになっとるこの少しが肝なんですよね。これらをコックピット側の外部の側面に取り付けていきます。両面テープとボンドとビスをも使って取り付けていきます。両面テープを使っているんで一発で合わせなきゃいけないんですけども、これは本当に左右しっかりと水平に同じところでつくようにしっかりと狙ってつけました。ビズも打っとけば重たさにも耐えられるかなと思って打ちました。コックピット内はね、やっぱ作り込みは作り込むほど重くなってくるんでね、やっぱりしっかりと荷がかかるとこはやっぱり安心のためにビスを打ちました。同様に取り付けます。
全てがマスキングテープでの仮止めなんですけども、それでも今この見た感じうまくいってるかなと思います。これで十分耐えられるでしょう。このコックピットのスライドにも一つ磁石を仕込むことにしました。このコアファイターの戦闘機の形にしとるときはこの選手は前に出ているんですけども、コアブロックとなったときに選手が引っ込むっていうところに、その引っ込むときにこのマグネットで固定されてたらなと思ってマグネットを仕込みました。コアブロックになったときには選手は引っ込んで下を向いている状態になっているじゃないですか。多分この自重で引っ込んだままではいられないのかなと思って、ちょっとこのマグネットで耐えられるかどうかちょっと分かんないんですけども、仕込むことによってここで固定されて、コアブロックになって下向いた時でも下がっていかないようにっていうことなんですけどね。ちょっとこれは分かんないですね。この磁石も強いネオジウムかなの磁石使ってるんですけどね、値段結構しますよねこれね。本当にまさかコアファイターにもねマグネットコーティングをしてるなんてね。違うか。また一つギミックを忘れてました。ここにですねギア、車輪ですか、車輪の収納するスペースがあるようです。作り方はコアファイターの上部に作ったロケットの発射口ですか、そこと似たようなっていうか、ほとんど同じような作りなんで、作っていきます。この開口部の蓋もねこの合板で使っていきたいんで慎重に切っていきます。当然のごとくギアなんで、そこになるんですよね。やもんでこの蓋が勝手に開かないように、地球の重力にやもんでマグネットを仕込んで勝手に開いていかないようにしていきます。蝶つがい、蝶番とも言うんですけども、これを作っていきます。そろそろきちっとしたボール板ぐらいは欲しいんですけどね。これいただいたものなので大切に使っていきます。
毎回思うんですけどね、かなりの大きいコアファイターを作っているつもりなんですけども、本当に部品は小さくて細かいんですよね。こういう小さいものを作るときってなんていうかノンストレスというか、本当に楽しいですね。この合板の目を気にして切ったり、この合板の積層部分を見せないような、そういうのってもう1個失敗したらアウトなんですけど、これはね、正直どんだけ失敗してもいいっていう意味で、ノンストレスで楽しく作れてますね。蓋は観音開きなんで真っ二つにして、厚みが厚いんで、厚みを 6mm ぐらいかなにしました。また仮組みして確認しました。ちょっと確認する前から分かってはいたんですけども、全然ギアが入るスペースがないというか、懐がほぼほぼないというか、これ本当にどうなってたんでしょうね、コアファイター。けどそれでもやっぱできる限りのことはしたいんで、このコックピットの底になるところですね、ここをぶった切りました。とりあえずこれでギアが入る空間はできたかと思います。ここにもマグネットコーティングですね。ここは機種が全体的に水平に保てるように、そのためのマグネットです。本体の方にもマグネットコーティングしていきます。機種を水平に保つためのマグネットなんで、本当は後部で、上の方につけたいんですけども、機種が前向いている状態でも折りたたまれた状態でも見えないところにマグネットを仕込みたかったので、こういう位置となりました。これでダメならまたダメな時に考えてみます。これで前半戦は終了です。
次はコアファイターの屋根の部分ですかね。コックピットから言うと屋根の部分を作っていきます。こう図面で見ると簡単そうなんですけどね、これがね強敵でした。平面図から角度を拾って合板に書いていくわけなんですけども、平面図だけでは読み取れないこの小さい角の部分ですね、ここを考慮しながら隅をするのが大変です。結局簡単に言うと上部と側の部分ですね、その結ばるところに面が欲しいんですよ。面として何ミリか、それを表現するには、合板同士をくっつけた場合だともう2ミリしか面が作れないんですよ。もう2ミリ以上削ってしまうと、積層部分が見えてしまうからなんですね。なもんで小さい面となる部品を、コンパネから取るわけなんですよ。それだけならまだしも、僕はもう合板のこの目も合わせていってるので、どういう形で取っていけばその目が合っていくかみたいな、やっぱうまく言葉では説明できないんですけども、ここら辺がすごいシビアで大変なとこです。表現として合ってるのか分かんないんですけども、ポリゴンなんですよ結局は。多分合板を曲げたりもしてるんですけども、結局は直線と直線の連続で、R に見せたりっていうのをしてるんですけども、結局切り刻んでポリゴン数を稼いで綺麗に見せるっていうわけにもいかないんですよね。結局切ってしまうってことは、そこに筋が見えちゃうってことなんで、一個に見せたいところに筋がダダダダッと入ったらまたそれはそれで違うんですよね。って何の説明なんですかね。分かりますかね。僕も分からなくなってきました。すべてのパーツが切り終えました。とりあえずは直角に切っただけなんで、これを角度をつけて切っていきます。角度をつけて切るときに厄介なのが、僕のこのいつも使っている自作の丸ノコ定規なんですけども、これが使えないということですね。本来であれば切りたいところに丸ノコ定規を合わせて、その上を丸ノコを走らせればそこが切れるっていうものなんですけども、直角じゃなくて角度を変えてしまうとですね、丸ノコのベースから丸ノコの刃までの距離が変わってしまうんですね。角度によってその都度。ですのでこういう定規が使えないので、一つ一つ切るのにも難儀します。
先ほど言っていた側と天板の間の面の部分ですね。これを切っていきます。こういう細かいのは両面テープとマスキングテープをフルに使って切っていきます。前半で作ったパーツと今作ったパーツのこのつなぎの部分ですね、ここの仕事をしていきます。前半で作ったパーツなんですけれども、ちょっと余裕があって伸ばしていたのを切断していきます。この上下のジョイント部分の仕事をしていきます。こういうつなぎ方を相ジャクリっていうんですよね、大工的に。そうやった、僕大工でした。忘れてました。正直このガンダムに関しては大工要素があんまりないっていうか、ないですよね、基本。なんでしょうこれは。木工屋さん、家具屋さん、建具屋さん、違う。なんでしょうねこれは。ほんの少しですけども角度がついたのが見えたでしょうか。今から作るパーツは台形になっているので、この角度でスコンと収まるはずです。干渉する部分が結構あるので、そこは切っていきます。これでジョイント部分は完成です。
これはどこの部品でしょう。もう分かりましたでしょうか。こいつは垂直尾翼のパーツですね。そうそう、これです。この垂直尾翼の切った残りをこのために残してありました。やっと使う時がつきましたね。だいぶ放置してました。たったこんだけのためなんですけどね。ここで仮組みして、面となる細いパーツの最終調整といいますか、そういうところをやっていきます。こういう細いパーツと細いパーツが角度を変えて、交わるところ、こういうのは本当にもう図面では僕は表現できないです。図面の描き方はあるんでしょうけどね、ちょっと僕は現場合わせですね。何も決まっていない仮組みの中でしっかりとした寸法を出すっていうのは本当にもうね、微調整に微調整を重ねる微調整ですよ。何かこう無理やり合わせにいってる感もあります。合わないんですよね。もう答えが合ってないというか、合ってるのか間違ってるのかもよくわからない。この中でもう何でしょう、わかんないです。もう僕も何言ってるのかわからなくなってきた。一つ言えることがあるとすれば、仮組みで合ってないものは本ちゃんでは絶対に合わないってことですね。そういう奇跡みたいなのはないですね。ひたすらコツコツとっていう感じですか。2箇所を残してほとんどのパーツを合わせに来たんですけども、ここですね、この正面、ここがやっぱり合板の 12mm じゃ厚いんで、ここを削っていきます。
やっぱり削って大正解ですね。すっきりしましたね。ここにキャノピーがつくというか、キャノピーがこう収納されるというか、そういう場所なんですけども、うまくいくのか、どうなんでしょう。まだ少し先のことになりそうです。あと残り2つのパーツを無理やり合わせに行って終了です。これで今回のパーツ作りは終了です。実はこの時サンディングゲリラライブとして、ライブ放送してました。本当に考えもなしに、ノリで始めたライブで、サンディングし終わったら終わろうかなって思ってたんですけども、いつもの先輩が、酒持って乱入しに来てくれて、結局なんだかんだで3時間ぐらいライブしてました。よかったらアーカイブ残っとると思うんで、よかったら見てください。いや本当に最後の方むちゃくちゃ面白かったです。久しぶりにあんな大笑いしました。スタンディングが一通り終わったので、ランディングギアの開閉ハッチから組んでいきます。このギミックは多分3回目になるんじゃないですかね。一つはここと、もう一つはコアファイターのミサイルハッチか。それともう一つ、ガンダム B パーツにつけた A パーツ強制排除ボタン。それの3つ目ですね。こんなに大きいコアファイターですけども、本当にこういう部品はこんだけちっちゃくなりますね。多分最後になると思うんですけども、このコックピット内の操縦系ですか。エラーちょっとね、楽しみというか、どこまで作り込むかっていうとこですね。いろいろアニメを漁って、ちょっと調べようかなと思うんですけども、何話のここら辺で結構コアファイターのコックピット映ってたよみたいなもの知ってたら教えてください。ボンドもやっぱり使いようですね。こういうところは瞬間接着剤を使っているんですけども、強度的にはやっぱこっちの方が上なのかな。いい感じに組み上がったところで全体を組み上げていきます。ジョイントのところをしっかり合わせてマスキングテープで貼っていきます。
ボンドは塗り残しのないようにしっかりとはみ出るぐらいに塗っていきます。こうしてみるとこんだけのパーツにこれでもかっていうギミック仕込んでますね。ジョイント部分がしっかりと合ってるとやっぱりこう積層部分も、見えないところなんですけども綺麗に重なっていいですね。1つ目のパーツが組み上がりました。寸法間違いさえしてなければ完璧でしょう。パワーファイターの屋根の部分のパーツですね。こいつらはね、パーツも多いですしね、細かいんでね、ちょっと不安ですが、組んでいきました。大小さまざまなこれだけのパーツが一つになるっていうのはなかなかなもんで、少しでもこう角度が1個ずつずれていけばもう完全に合わないですし、
合板の表面 2mm は削れるので、そこでちょっと合ってない部分はなんとかリカバリーはできるんですけども、でもやっぱりこれだけのパーツが1個になるっていうのはやっぱり一つのズレがもうすごい最後になったら大きなズレになっていくので、もうしっかりと慎重に組んでいきました。これで今回のパーツは全て組み上がりました。とりあえずボンドが乾くのに一晩置きました。マスキングテープ剥がしですね。やっぱりねこうきっちりともうついてるとやっぱり一個一個剥がすのテンション上がりますよ。もう一つも外していきます。もうこれでもかっていうぐらいマスキングテープ貼ってますねこれ。ジョイント部分の角を取るように、ちょっとハードになるように削っていきます。最近400番使ってから600番で仕上げるのあったんですけども、ちょっとこれ変わってまして、なんかこう特殊繊維のものなんですね。結構ねツヤが出てね、これは使い勝手がいいんですけども高いという、
ちょっと動画では分かりにくいかもしれないですけどね、確かにねツヤ出るんですよね。今回作ったパーツの3つです。コックピットのところはねちょっとまだまだ仕事がたくさんあるので、やっぱこう木目がつながってるとやっぱ一体感ができてやっぱ綺麗ですよね。ギアの開閉ハッチもいい感じで、マグネットがしっかり効いてね、勝手に開かないようになっていい具合ですね。屋根のパーツですね。こんだけなんですけどね、結構いびつな形なんですよね。ちょっとツヤ出てんの分かりますかね。ピカッと光ってます。うまくいったんじゃないでしょうか。こういうパーツはねもう一回作れば嫌ですね。一回だけでいいです。コックピットになるパーツですね。ちょっとねこれはまだまだ仕事がまだちょっと未知のところもあるんですけどね、かなりこれは変化すると思います。まだ仮にはなるんですけども、組み込んでいきましょう。幅もこれがジャストじゃないですかね。硬すぎず緩すぎず、ほんといい具合です。最後に屋根をかぶして仮組みは完成です。ちょっと仮とはいえ、選手がちょっとついただけで雰囲気がガラッと変わりましたね。垂直尾翼のなんていうんでしょう、骨と言いますか、ここも、最後の最後ですね、ここら辺は。けど今仮なんですけどいい具合に収まりました。いやこの正面から見た時は完全にコアファイターって感じですね。
これだいぶ前向いて重たくなりますね。これはもう一発伸びてくるんで、こうつけた時にどうなるかですね。多分なんですけども、次回の動画ではここのエアインテークですかね、ここ青い部分なんですけども、ここら辺を重点的に作っていこうかなとは思ってます。どうなるかお楽しみにしてください。今回は仮ですけども、ここまでなんとか来ることができました。組み込むのはね、本当に最後の最後になってしまうかもしれないんですけども、どうでしょう。この雰囲気で、完成まで持ってけれたら、かなりすごいコアファイターができるんじゃないかなと思います。今回も長い動画になってしまいましたが、最後までご視聴ありがとうございました。よかったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。またどこかの木曜日でお会いしましょう。ありがとうございました。